明日の伊勢路歩きに向けて、今日は花の岩屋の近くのゲストハウスに泊まります。伝統的な建築技法で釘を使わずに組み上げられた築約100年の古民家のゲストハウスです。昔ながらの家具も元の居住者のものを引き継いでいるそうです。はい、今日泊まるお部屋がこちらです。はい、洗面台とかは改装されててめちゃめちゃ綺麗ですね。はい、キッチンもこんな感じになってます。今日はここに泊まって明日本宮に向けて出発します。熊野古道伊勢路の旅、今日は伊勢を出発して8日目になります。前回は浜街道を下って新宮まで行ったんですが、今回はちょっとまた戻ってここ花の岩屋から熊野本宮を目指して歩きます。今日は途中にある清流荘というホテルで宿泊する予定なんですが、ここから30キロ近く距離があるので頑張って歩きたいと思います。はい、では行ってきます。伊勢神宮と熊野三山という二大聖地を結ぶ巡礼路、それが熊野古道伊勢路です。平安時代から多くの人々が魂のよみがえりを願い、伊勢から熊野を目指して歩きました。この200キロにも及ぶ長い旅路を踏破すれば、きっとかつての巡礼者たちと同じ感動を味わうことができるでしょう。伊勢路は花の岩屋で熊野本宮に向かう本宮道と新宮に向かう浜街道に分かれます。前回は浜街道を通って新宮の熊野早玉大社まで行きました。今回は花の岩屋からスタートし、本宮道を通って熊野本宮を目指します。この区間は食堂や宿泊施設が少なく、また並走するバス路線も本数が少ないため注意が必要です。今回は途中のホテル清流荘で宿泊し、2日かけて熊野本宮に到着する予定です。こちら前回も来たんですが、本宮に向かう道と新宮に向かう道の分岐地点になります。前回はこちらまっすぐ行ったんですけど、今回はこっちですね。こっち行きます。はい、こちらが産田神社です。はい、産田神社、さんま寿司発祥の地ということみたいですね。産田神社は弥生時代から続くと伝わる古社で、イザナミの命が火の神神土の命を生み、命を落とした地とされています。近くの花の岩屋がイザナミの墓所とされ、両者は一対の聖地として伝えられています。住宅地からそれて林道に入ってきたんですけど、今のところどこにも熊野古道の標識がなくて、本当にこれで合ってるんだろうかという気がちょっとしてますが、一応地図上ではこっち方向なんで、はい、このままとりあえず先に進んでみます。昨日は結構雨が降ってたんですけど、今日はめちゃめちゃいい天気です。ここに来て初めて
熊野古道の標識みたいなのを見つけました。はい、横垣峠、徒歩約40分。むちゃくちゃいい匂いがします。なんでしょうか、これは。この白い花はみかんの花で、甘く爽やかな香りが特徴です。はい、こちらから横垣峠道ですね。はい、横垣峠22分の1です。はい、2.2 キロですね。すごいなんか犬と何かの動物が喧嘩してるみたいな。猿かな、わかんないけど、すごい鳴き声が響いてます。最初ちょっと急な登りがあったんですけど、その後は比較的平坦な道が続いています。はい、こちらは何でしょうか。地蔵の横には弘法大師が杖で穴を開けて水を出したという伝説の湧き水があります。こっちですかね。今は枯れてるみたいですけど。はい。はい、こちらが横垣峠です。はい、横垣峠。景色もちょっと見えますね。はい、こちらが坂の峠ですね。横垣峠からちょっとだけ降りてきたところなんですが、一応展望台みたいのがあります。はい、坂の峠から石畳が出現しました。結構綺麗な石畳です。凹凸が少なくて非常に歩きやすいですね。坂の峠から続く石畳は、この地域特有のコオノギ流紋岩と呼ばれる地殻変動によってマグマが波紋状に固まった岩石でできています。はい、一回林道に出たんですけど、また石畳道に戻ってきました。結構ここは滑るので注意が必要です。この付近の石畳はこれまで土に埋もれていましたが、地元の人々が発掘し日の目を見ることになりました。こちらは折山地蔵かな。はい、こちらで22分の22、横垣峠終了です。亀島の石灯籠。こちらですね。こちら右熊野古道と書いてます。ここですね。人が通った形跡がないですけど、はい、ここから風伝峠道が始まります。風伝峠は15分の1、1.5 キロですね。
はい、風伝峠まであと500メートルです。はい、ここから石畳が始まりました。結構滑る。秋から春にかけて朝晩の気温差が大きい日には、朝霧が風に押されて峠を越え、谷間を流れ落ちるように見える風伝おろしと呼ばれる現象が発生します。お、風伝茶屋やってるのかな。やってなさそう。やってないですね。風伝茶屋は伊勢路の峠で唯一営業している歴史ある茶屋であり、現在は生きる茶店としてリニューアルされています。風伝峠でしょうか。ぽいですね。ここから下っていくんで、おそらくそうだと思います。はい、風伝峠を越えると、熊野市に入ります。熊野市に入ると、この熊鈴が、はい、設置されるようになるんで、鳴らしながら歩いていきます。はい、風伝峠15分の15です。これで終わりです。はい、熊野古道としてはこのまままっすぐ行くんですけれども、今日はこちらですね、通り峠、こちらを通って丸山千枚田の方に行きたいと思います。ちょうど今田植えの季節なんで、田植えしたばかりの千枚田が見れるかもしれません。はい、通り峠750メートル。21分の1だから結構長いですね、通り峠。はい、こちらです。ここが通り峠ですね。ちょっと鳴らしとくか。はい、お地蔵さんがいますね。こっから丸山千枚田が見える展望台があるそうなので、多分このまま登っていくのかな。はい、ちょっと行ってみたいと思います。書いてあるね。あれ、千枚田展望所260メートル。はい。はい、200何メートルって書いてましたけど、めちゃめちゃ急登です。全然展望台らしきものは見えないですね。はい、170段の階段を登ってます。はい、あと25段。今日一でしんどいですね。丸山千枚田が一望できます。丸山千枚田は400年以上前には2240枚あったと記録される日本有数の棚田です。過疎化や高齢化により一時は530枚まで減少しましたが、地元住民による復元保全活動によって現在は1340枚まで復元され、見事な棚田の風景が広がっています。はい、棚田非常に素晴らしかったです。じゃあこのままさっきの通り峠まで降りて、丸山千枚田の実際田んぼの近くまで行ってみようと思います。この170段の階段を降りないといけない。はい、通り峠21分の21で終了です。
かなか大変な峠でした。丸山千枚田の景色が見れるので、ちょっと苦労してでも行った方がいいかなと思います。左丸山千枚田、こっちから入っていきます。ここは田植えはまだみたいですね。こちらが丸山神社です。一番小さな田んぼ、坂道降りてすぐ。どうですか、これですかね。この辺が、これが一番小さな田んぼ。これか。確かに小さい。下の方は田植えが終わってますね。下から順番にやっていくんでしょうね。この辺の小さい田んぼは機械が入れないと思うんで、手で植えてるんでしょうね。はい、丸山千枚田から伊勢路の方に戻ってきました。はい、次はこっちですね。ここでまた国道に出てきました。はい、ここからしばらくは国道沿いを歩いていきます。はい、ここからまた山道に入っていきます。こちらは本宮道2ですね。ちょっと急に道がよく分かんなくなりまして、何かちょっとどっかで間違えたか、道がないところを歩いてますが、でも一応ガードレールがあるから、ここに出れば復帰できる。ちょっとどこで間違えたのか分かんないですけど、明らかにここが本来の出口じゃないってことが分かるから間違ったんだろうね、多分。とりあえず復帰しました。はい、本宮道3-3見つけました。これはこのフェンスの中を通って向こうに行くんですけど、ほとんど道がちゃんと整備されてないというか、道がよく分かんなかったんで、多分こっち行かない方がいいですね。非常に危険です。はい。ともかくちょっと元に戻ったんでよかったです。はい、こちら本宮道3です。もうすぐ清流荘の分岐地点まで来るはずなんですけど、標識がないんですけれども、おそらくこっちが清流荘へ向かう道だと思われます。また明日ここまで戻ってきて、伊勢路を最後まで歩きます。結構道幅が狭くて急傾斜なんで慎重に降りてます。また明日これを逆に登っていかないといけないっていうのは結構大変ですね。はい、大きな岩が真っ二つに割れています。結構大変な道でしたね。明日登りたくないな。湯の口温泉との間にトロッコ電車が通ってるんですけど、今はこちらは運休中だそうです。はい、残念ですが。
はい、今日はこちらの清流荘の方で宿泊して、また明日最後熊野本宮目指して出発します。はい、じゃあ今日はここで終了です。温泉に入ろう。はい、こちらです。熊野古道伊勢路の旅、今日は伊勢を出発して9日目になります。今日はここ清流荘からいよいよ熊野本宮に向けて出発したいと思います。今日でようやく伊勢路の旅が完結します。はい、それでは行ってきます。周り霧が立ち込めていて肌寒いですね。昨日は結構暑かったんですけど。はい、ではここから、まずは清流荘分岐の地点まで登っていきます。いきなり急登ですね、やっぱり。はい、清流荘から伊勢路の方に戻ってきました。青空も出始めてるんですが、下の方はまだ霧の中ですね。はい、こちらは明林小学校跡地ですね。昭和45年に廃校になった後は夕日農家公園として整備され、広場や展望台が設けられています。はい、ここから本宮道4ですかね、登っていきます。190メートルなんですぐですね。はい、本宮道4、あっという間に終わりました。この辺りは非常に大きな岩がゴロゴロしてます。なんかクライマーの皆様へっていう看板がよく見るんで、この辺の岩を登る人がいるんでしょうね、多分。はい、ここからまた山の中に入ってきます。ここは熊野市のようですね。ベルがあるので。はい、こちらが本宮道5、3分の3です。はい、本宮道5もすぐ終わりました。ここから本宮道6です。本宮道とは花の岩屋から熊野本宮までの道全体を指しますが、江戸時代の古い道が残っている6つの区間が世界遺産に登録されています。はい、熊野本宮大社まであと 20.2 キロです。新宮までの道は4キロごとに道標があったんですけど、本宮道はそれがないので、ちょっと寂しいというか物足りない感じはしますね。今はずっと川沿いを下っています。こちらは楊枝川銅山史跡。はい、この辺りは鉱山だったようですね。
楊枝川鉱山は江戸時代に金銀銅の採掘が行われ、近代には紀州鉱山として日本有数の銅鉱山となりました。はい、こちらが熊野川です。Hello。熊野川をずっと登っていくと熊野本宮にたどり着くということです。反対側、こっち側はずっと行くと新宮ですね。この前行った。ここから和歌山県に入ります。こちらが四股というバス停です。レストランとかお土産物屋さんがありますね。今はちょっとまだお昼には早いんで、ここで食べていくことはしていかないですけど、お昼時だったらちょうどいいかもしれないです。ジェット船乗り場もここにあるのか。へー。はい、小雲鳥越方面、こちらですね。ちょっと見落としそうになりましたけど、はい、ここから今日最大の峠である番瀬峠の方に向かいます。その峠を越えると中辺地の小雲鳥越と合流して、熊野本宮の方にあとは下るだけということになります。はい、伊勢路最後の峠と言ってもいいかもしれません。道はそれほど急というわけではないんですけど、ちょっと暑くて蒸し暑くて風が全然吹いてないんで、それがきついですね。林道に出たと思ったらまたすぐ上がるんですね。こんな感じで林道を横切って山道がつながってるという感じです。はい、こちらは何でしょうか。何か書いてあったのかちょっとわかんないですけど、気持ちいい。はい、この辺は風が通って気持ちいいです。だいぶ登ってきた。桜地蔵と一辺上人名号碑100メートルって書いてあるんで、ちょっとそっち寄ってみましょうか。熊野と結びつきが強い一辺上人が自ら南無阿弥陀仏と彫ったという記録が残されています。小雲鳥越分岐点まで2キロということで、はい、そのちょっと手前に番瀬峠があるはずなので、はい、もうすぐですね、峠まで。もしかしてここが
三瀬峠着きました。よし、三瀬峠でやることといえばあれしかないですね。三瀬峠着きました。バイバイ。小雲鳥越合流地点までは 1.5 キロですね。なんとなく雰囲気が中辺地っぽくなってきました。このシダとかがそれっぽい雰囲気を出してるのかもしれないです。ここがもしやそうですね、中辺地との合流地点です。来た、ついに来ました。はいはい、こっち行くと小口を経て那智大社の方に行きます。はい。で、こっち側が熊野本宮ですね。ここからは、一度歩いたことある道ですけど、受側までまだ 4.1 キロあるんで、まだまだありますが、懐かしい、この中辺地の道標。こう見ると大きいな。伊勢路はもっと小さかったですけど、中辺地大きい。46いくつまであるんだっけこれ。何分の何とか書いてくれた方が分かりやすい。いや、中辺地こんなに歩きやすかったっけっていうぐらい歩きやすい道ですね。松畑茶屋跡。こんにちは。はい、熊野川が見えてきました。もうすぐ受川に到着します。中辺地に合流してからは道が広くて歩きやすいんであっという間でしたね。来ました。よっしゃ。こちらの鶏そば下地橋非常に美味しいのでおすすめなんですけど、今日は残念ながら定休日だそうでやってないです。あとはこの通りをずっと行けば熊野本宮に着くんですが、最後にちょっとだけ山の中入るところがあります。見落とされがちなんですけれども、ここからちょっとだけ山道があります。はい、熊野本宮まであと 3.1 キロ。はい、もうすぐ終わるかと思いきや結構続く。熊野本宮まであと 2.5 キロ。はい、降りてきました。では大湯の原参拝してから熊野本宮の方行きます。気持ちいいですね。はい、熊野本宮大社に
到着しました。やったー、ついに伊勢路ゴールです。はい、熊野古道伊勢路の旅、伊勢を出発して9日間かけてようやく熊野本宮に到着しました。はい、やりました。距離にしてだいたい250キロぐらい歩きました。一言でまとめるとめちゃくちゃ長かったなという感じです。石畳も綺麗に残っていて、峠からの景色も素晴らしいので、その辺の伊勢路の魅力がもっといろんな人に伝わればいいのかなと思います。この動画を見てちょっとでも興味を持った人はぜひ伊勢路に足を運んでください。全5回にわたりました伊勢路の旅、これで終了です。はい、お疲れさんでした。スタンプ全部揃ったんですけど、素晴らしい。はい、こちらが達成記念のバッジです。これはこんな感じです。そうですね。はい、取ります。はい、チーズ。